自信がないことが悪いことではないんだよっていうことをまずここを理解してほしいの。ただね、ここがちょっと気をつけてほしいところで、ただ物事をこなしていくだけでは、それはね、自信にならないんだよね。はい、お疲れ様です。西田前の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、フェルトでね、練習して作品とか作れるようになってから販売してみたいとかさ、あるいはね、オーダーやってみたいとかさ、みんなこう、いろいろ何か新しいことにチャレンジしたいって思ってるんだけど、自信がなくて、その一歩が踏み出せないんですって言ってる人がね、本当に多くて、で、ちょっとね、今回はその自信について話をしようかなと思います。なぜ自信がないのか、そしてどうやって自信をつけるのかっていう話ね。で、これは何も羊毛フェルトだけに限らず、本当自分がこれからね、人生の中でいろんな場面があって、いろんなことに挑戦したり、目標を立てたりするときに、このね、自信がとても大事になってくる。だから、今ね、ちょっと自分になんだか自信がないなとか、作品作っててもね、なんだかうまくいかなくて自信がつかないんだとかって思ってる人は本当ね、最後まで聞いてってください。で、なぜ僕がこんなことを偉そうにね、言うかっていうと、僕、前職が自衛官だったんだよね。で、初めて見る人もいるからちょっと簡単に説明させてもらうと、僕45の時にね、自衛隊辞めました。で、26年間勤めたんだけど、そのね、半分以上がね、指導者として人に教えたり、あとは教官として生徒を持って教えたりとかっていう期間が本当に長くて、でそれだけじゃなくて、その教育者を、指導者を育てるっていうかな、育成する立場でもあったから、僕の中で教育論とか指導法とか、あと自信のつけ方とか、いろんな生徒をね500人以上見てきたから、そんな経験からちょっと話をしたいなって思います。じゃあまず最初に、なぜ自信を持つことができないんだろうっていう話からすると、これはね、なんかちょっとこう自分から離れて客観的に見てあげると結構答えが見えて、自信がないのってさ、なぜだろうってみんな考えてみて。今ね、自分がこれからなんかやりたいんだけど、こういまいちこうね、一歩が出ないってこう二の足踏んでる状態。なぜか。多分ね、不安なんだよね。不安じゃない？なんかそういう時ってさ、だって不安じゃなかったらガンガン行くよね。不安なの。で、じゃあその不安の正体って何だろうっていうことをちょっと分解してみて。どうだろう？僕もそうなんだけど、こう不安なこととかさ、なんか自信ないなって思ってることって、要はね、自分が慣れてないことなの。あるいはまるっきり初めてやることとか。当然、経験があったら、で、それを何度も何度もやっていてさ、そして、なんだろう、この別にその、やることに迷いがなかったら、そもそも不安にならないし、全然できるよって、むしろ自信持って臨めるじゃない、そういうことに。だけど、それが起きてないっていうことね。つまり、単純に経験が少ないっていうだけなの。そのことに対して。あるいは、初めてやることっていうだけの話なんだよね。だから、実は冷静に考えると、そんなに恐れることじゃない。だから、まず考え方として、自信がないことが悪いことではないんだよっていうことを、まずここを理解してほしいの。自信がないときは、これから新たなことを始めようとしているから、自信がなくて当たり前。だって経験がないんだから。だから当然の話。ね。で、じゃあ、どうやったら自信でついていくんだろうっていう話をすると、もうね、自信をつけるにはもう、やるしかないんだよね。経験を積んでいくしかないんだけども、ただね、ここがちょっと気をつけてほしいところで、ただ物事をこなしていくだけでは、それはね、自信にならないんだよね。ただ、やったことがあるっていう経験ができるだけ。そうではなくて、自分の中にその経験を自信に変えていくやり方っていうのがあって、これがね、結構みんな、知らないっていうか、こう意識してないっていうか、だからちょっとこれから言うことをね、意識してほしいなと思っていて、で、その意識してほしいって何を意識しなきゃいけないかっていうとね、自分と約束することなんだよね。もうすごい単純なことなんだけれども、自信ってさ、どういう字書くの？自分を信じるって書くじゃない。もうまさにそういう話で、自分にいつまでにこれをやるっていう約束事を決めるの。要は目標設定だよね。目標を決めちゃうの。そして頑張ってそれを一つ一つ達成してあげるの。そしたら自分に対してちゃんと約束守ったでしょ。自分のことを信じてあげれるでしょ。これね、自分に置き換えてるからみんな分かってなくて、人に置き換えてみて、他人に。みんなの前で
僕はね、1ヶ月後こんなことやるんだって、絶対これやるよってみんなにね、こう言っておいて、で、全然やらんかったら、みんなどうだろう？僕のことが信用できなくなるじゃない。だってやるって言ったじゃん。でもあなたはやるって言ったことを平気で守らないでやらない人だよねって言ったら信用なくなるじゃん。信じられなくなるじゃない。それと同じなの。自分自身に約束をして宣言をして、でそれを自分自身で守らなかったら、それね、そのうち自分のことが自分で信じられなくなる。だから自分を信じられないから自信がなくなっていく。目標設定をして頑張ってそれを達成する。で、もう一つね、ポイントはここなの。これをね、勘違いしないでほしくて、こう目標設定ってポンって1個決めるじゃない。目標ね。例えば、1ヶ月後に3キロ痩せるんだってダイエットの目標とか決めるじゃない、ここで。じゃあそのために、食事制限するのもあるかもしれないし、運動するかもしれないしさ、もうおやつをやめるとかいろいろあるじゃない。で、何かしら自分でルールを決めて、それを一個一個クリアしていくんでしょ。で、最終的に1ヶ月後3キロ痩せるんだって決めたんだけど、もう2キロしか痩せなかったと。じゃあ、設定した目標を達成できなかったから失敗じゃんってみんな思っちゃうの。この目標って1個だと思っちゃってんの。違うんだよみんな。これね、なんかこう、一つのことを達成できなかったら、すごいなんかこう失敗なんだ、悪なんだ、悪いことなんだってみんな思っちゃうけど、決してそうではない。1ヶ月後に3キロ痩せるんだって一つの目標を達すと。ね。もうゴールに当たる部分だよね。で、この一つの目標に対しても、小さな目標いっぱいあるじゃない。例えばさ、おやつをやめるんだとか、運動するんだとかさ、もうどんなにちっちゃいことでもいい。でね、1ヶ月間あるから30日間あるわけじゃない。1日1日でね、今日はおやつ絶対食べないんだって。明日は絶対に30分ウォーキングするんだとか、何でもいいじゃない。もうこの1日1日をみんなね、2キロ痩せたっていうことは、3キロ達成できなかったんだけど、この日々のね、一個一個は頑張ってクリアしてたのよ。だから、目標にした一つの大きなゴールは達成できなかったかもしれないけれども、でもそれは失敗で今までやったことが全て無駄だったかって言ったらそうではなくて、3キロ痩せるって言って、結局2キロしか痩せなかった。でも、1ヶ月前の自分はここだったんだよ。と、2キロ痩せてるじゃん。こんなに成果が出てるじゃん。そしてその間の中に、この大きな一つの目標としては達成できなかったかもしれないけど、この2キロ痩せるまでの過程の間で、小さなさ、達成してるじゃん。1日お菓子やめれた。明日も頑張ろう。今日はウォーキング30分やんだ。30分頑張ったじゃん。で、どう？実は自分に約束したことを結構頑張ってやっちゃってるの。ちゃんとできてるんだよ。なのに、この大きく見た時にこれが達成しなかったからダメなんだっていう風に思い込んじゃうから、だからなんかここで頑張った経験とかね、そういったものがなんか全部無にしちゃってしまう。そして勝手に自信がなくなってしまってるから、決してそうじゃないんだよって話。だからね、とにかくこう目標達成やった時に必ず自分で細かくもっとね、小さく目標設定をしてあげてさ、ほんと1日単位、なんだったら半日、1時間単位でもいいの。この1時間絶対にここまでやるとかさ、決めてやれたら自分に約束したことをさ、達成してるじゃん。自分のこと信じてあげていいよね、それって。で、そういう小さな積み重ね、これを自分の中で意識しているかしてないか。これを意識しないで、ただやっちゃってると、この1個の、ここの目標にしか向かってないから、ここをね、見えてなくなっちゃうんだよね。だから、僕が言いたいのは、ここの小さな成功を自分で意識して、そして、ちゃんと小さなこと、どんなに小さくてもいいの。自分でそれを達成したら、ちゃんと褒めてあげなよ、自分のこと。だって頑張ったじゃん。ちっちゃいかもしんない。でもこのちっちゃなことの積み重ね。これをどれだけ意識してるか。そして自分をちゃんと褒めてあげること。結構みんな自分で自分のことを褒めない人が多い。褒めてあげようよ。だって頑張ってるじゃん。自分が。そして褒めてあげたら自分のことどんどん好きになるよ。だってみんなもそうでしょ。誰かに褒められたら嬉しいじゃない。素直にね。そうやって自分のことを大事にしてあげれると、人のことも大事にしてあげれるから。自分のことがさ、大事にできない人は余裕がないから、人にも優しく当たってあげることができないし、
だからまず自分でちゃんと自分を褒めてあげようっていうことがね、できたらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回はね、自信がないって困ってる人、なんで自信がないのかって言ったら、もう経験してないだけなんだよ。今からやるから、慣れてないから不安なだけ。もうただそれだけなの。だから、必要以上に恐れることなんかないんだよ。自分に何か小さな約束をして、それを達成した時、自分を褒めてあげようね。自分のことを自分で信じてあげるようになろうねっていう話です。はい。というわけでね、頑張ってね、じゃあこれからも作品作り続けて、新しいことにね、どんどんチャレンジしていってください。はい、それではね、今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。